皆さんこんにちは。イラスト役の愛です。まずはこの動画の構成についてご紹介します。はじめにこれまでのあらすじを挙げています。次にイラスト役本編。原文の後に現代語訳とイラスト訳が流れます。イメージを沸かせながら古文速読の目線を鍛えましょう。さらに本日の重要古語。また文法や知識についても解説しています。では早速行ってみましょう。今回は第4条夕顔の第28話です。桐壺亭の王子として生まれた光源氏。臣下に降格した後、様々な女性と関係を持っています。今回は光源氏17歳、夕顔の屋敷に興味を持ち、自分の素性を隠して彼女のもとに通い始めます。この女は当の中将の元恋人ではないかと思いつつ、彼女への執着がどんどん増しているのでした。では、この後の展開、行ってみましょう。白田への絹打つ、絹田のお供。かすかにこなたかなた聞き渡され。空飛ぶ仮の声取り集めて。忍びがたきこと大狩り。箸近きおましどころなりければ。槍戸を引き開けて。もろともに見出したもう。ほどなき庭に。されたる暮れたけ洗剤のつゆは。なおかかるところも同じごとひらめきたり。虫の声乱りがわしく。壁の中のキリギリスだに窓に聞き習いたまえる御耳に。差し当てたるように泣き乱るるを。なかなかさまかえておぼさるるも。お志一つの朝からぬに。よろずの罪許さるるなんめりかし。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要古語はこちらです。また文法事項はこちらです。中秋の名月の夜、しみじみと夕顔と過ごそうとしていた光源氏。ですが、明け方、隣から耳障りな生活音が聞こえてきます。秋の情緒を感じさせる絹田の音も、風情のある狩りの鳴き声も、ほど近いのでうるさく感じています。槍戸を開けて庭の洗剤を見ると、秋の虫たちの声もかなり間近に聞こえます。本来の光源氏ならば、趣のない情景と思って
叱るべきですが、夕顔への愛情にほだされて、こういう状況にも新鮮さを感じているようですね。さて、今回は見出すという古語についてお話しします。見出すという言葉は現代でも用いますよね。出るがいずい出すと読むことは古文の初めに学びます。なので、見ずという語も古文では同じ意味として用います。現代の見出すは発見という意味で用いますが、い出すが出るである以上、その対義語は見るですよね。現代の見るはじっと見つめるという意味で用います。これも現代はいると読みますが、古文ではいると読みます。そして、この見出すや見るは対比的にセットで理解しておきましょう。家の中から外を見ることを見出すと言い、外から家の中を見ることを見ると言います。出すと入るというイメージから簡単に理解できますよね。古文はこういう語源をイメージして理解する方が単語も入りやすいですね。さあ今回も第4条夕顔からのイラスト訳でした。第1条桐壺からここまでの再生リストは説明欄のリンクに貼ってあります。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただきありがとうございました。何かお気づきのことがあればコメントいただけたら嬉しいです。それではまた。